どうも皆さん、こんにちは。テックスタイルのてるです。さて、本日の動画は注意喚起の動画となっております。突然なんですけれども、あなたの iPhone、これスマホ全体に言えることなんですけれども、最近営業電話や迷惑電話、ワン切り電話ですね。そういったこと起こっていませんか？さらに、迷惑メールも増えていませんか？迷惑メールの中には、勝手に出会い系サイトに登録されていたりだとか、海外の出会い系サイト、Fires Flame というね、メールのタイトルがついているようなものが頻繁に受信したりしていませんか？さらに最近また拡大しております。中国からの Apple ID のサインインの要求。これもかなり増えてきております。こういった症状、経験がある方、最近ですね、経験がある方は、すでに終わっています。あなたの情報、個人情報、Apple ID、または Apple ID のパスワードの情報が、もうすでに第三者に漏洩、流出していると思っていただいた方がいいのかなと思います。今回のこの動画では、そういった情報が漏洩、流出していたとしても、何かユーザー側で対策ができることを皆さんにご紹介していきたいなと思っておりますので、先ほど言いました迷惑電話ね、営業電話、頻繁にね、僕のところにもかかってきますけれども、迷惑メールであったり、中国からの Apple ID のサインインの要求、特にこれには気をつけなければいけないんですけれども、そこに関しての対策をこの後しっかり皆さんにご説明していきたいなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。では、スタート。はい。ではですね、今回のこの動画では、注意喚起含めてね、対処方法っていうかね、そのあたり僕からね、簡単に解説していきたいんですけれども、どうですかね、皆さんの携帯といいますか、ちょっと iPhone に特化して話しますけれども、営業電話とか、ね、迷惑電話とか、ワン切りとか、最近多くありませんか？こういった営業電話的なことって、ある人はね、あるのかなと。僕のところにも結構ね、こう頻繁にかかってくる時期と、ぷっつり消える時期ってあるんですけれども、これはごく当たり前のことで、その営業会社が新しい名簿を、購入した時には、一斉にまた電話がかかってくるんですよね。で、この名簿屋さんから買ったこの名簿になんで自分のリストが乗っかるのかっていうのは、これはもうごく自然なことなんですが、その情報はあなた自身が第三者に出している情報なんです。例えば大きなところで言うと、昨年ちょっとした事件になりましたが、NTT 西日本から4、5、600万件ぐらいかな、もっとあったのかな。そういった個人情報、名前、住所、電話番号とかね、そういったネットのアクセスの番号とか、そういった情報がある一人の人間、派遣社員だったかな。その人間が名簿屋さんとかね、例えば悪意のある第三者に売買してたっていうことで逮捕されております。で、これって、この人間が一番ダメなんですけれども、もともとは皆さんが NTT を信用して、信頼して自分の情報を登録情報に当ててますよね。で、これは自分からその会社を信用して、外部に、預けている状態っていうのが、一番いいと思うんですが、その預かっている情報を、言ってみたら一人の人間が外部に売買して利益を得ていたっていうことは、その情報が名簿屋さんに渡る。で、その名簿屋さんが、例えば営業会社等に、ね、その名簿を、メールアドレスとかだったら今1件いくらぐらいなのかな、取引としては、200円から500円ぐらいになるのかな。Apple ID のメールアドレスってなってくると、1800円から2000円ぐらいの取引ができるっていうふうに僕は聞いているんですけれども、そういう形で知らない間に自分の情報が漏れているっていうわけではなくて、必ずどこか皆さんがね、登録しているところから、回って情報が、こう流れていると、流出しているというイメージを持っていただければ、わかりやすいのかもしれません。でその上で、例えば電話の、ね、営業電話とか、もしかかってきた場合、その電話番号自体ネットで検索すればね、それが営業電話なのか、どこの会社なのかというのがね、ある程度ね、特定はできると思うんですよね。でもし営業電話だった場合、次かけて欲しくないってなれば、その iPhone のね、着信履歴のところから、その該当する電話番号の右側にね、i マークが出てると思いますので、その i マークをタップしていただいて、もうその番号自体を着信拒否すると。そういったことも、対処方法としてはあります。あともう一つが、僕なんかは、その営業電話って分かっているときに、電話取ります。はい。で、取って、その人間に、も
二度とかけてこないでくださいと。っていうふうに伝えます。で、その記録をしっかり残しておいてくださいと。っていうふうに伝えます。で、向こうもね、例えば営業電話ってどこが多いのかな、ソフトバンクとかが多いのかな。ソフトバンク自体もシステムしっかり組んでいるので、そのシステムのデータにしっかりと、ここの営業は NG みたいなね、そういうのをしっかり残してもらえれば、今後何か名簿が来たとしても、ここの電話はダメだっていうふうに、なっていきますので、1回目は出て、二度とかけてこないでくださいねっていう、言い方はね、人それぞれあると思うんですけれども、そういうふうに一旦言っておくっていうのも一つの方法かなと思います。彼らも仕事なんで、営業のね、アポの電話とかもね、結構してくると思うんですけれども、とは言っても、その情報をどっから仕入れたのってね、その人間に聞いたとしてもね、おそらくわからないと思いますので、そこに時間を使うんだったら、もう着信拒否一発で防げばいいのかなと思います。なので、電話に関しては、取らないことが前提なんですけれども、次は着信拒否をするか、もう1回目だけ先に伝えておくかっていうのが、一番ベストな方法かなと思います。ここはそこまで直接的な害はないと思いますので、この対処方法でいいと思うんですけれども、問題は、例えば迷惑メールとか、あとね、冒頭にも言いましたが、勝手にね、出会い系サイトに登録されているっていうパターンですね。これに関しては一切操作しないでください。出会い系サイトに登録されていたとしても、絶対に操作しないでください。例えばそのメールの本文を見たときに、登録されていますみたいな内容があってですね、もしこれに身に覚えがないものだったら、ここから退会できますみたいなね、リンクが貼ってあったりするんですけれども、その退会のところも一切操作しないでください。退会はできないです。ほとんどの、そういったね、迷惑メールのものって。退会という文字が入ってあるんですけれども、そのリンクを踏むと、また別のね、ページに飛ばされたり、で、ページに行ったことで、また別の会員登録をされてしまったりだとか、そういう、わけのわからない方向に行っちゃいますので、そういった迷惑メールっていうのは、開かない、操作しない、リンクを踏まない。この3つは絶対に守っていただきたいなと思います。これメール開いただけでも、迷惑メールの送信側としては、いわゆるアクティブっていう形でメールを開いたっていうことがね、わかるね、迷惑メールがありますので、開いた時点で、その人間集中的に迷惑メールが何百件って来るやつもあるんですよね。さっき言ったファイヤースフレームとか、あと福島とかね、いろんなね、有名どころの迷惑メールがあるんですけれども、もうそういった迷惑メールっていうのは絶対、開かない。ね、操作しない。リンク踏まない。っていうことです。じゃあどうすればいいかっていうと、これね、ドメインもバラバラで送ってくるので、例えばキャリアでドメイン指定で、この迷惑メールのね、設定をしようと思うと、こっちの手間がすんごいかかるんですよ。めちゃくちゃ。これ僕過去にもやったことあるんですけど、めちゃくちゃ手間暇かかるんで、もう僕は常にもう迷惑フォルダーに全部掘り込んでいってます。で、その上で、一時の間ね、キャリアで契約皆さんされてると思いますので、海外からのメールは受信しない設定にします。で、例えば何か認証を受けたいとき、海外のサービスを受けたいときは、その設定をオンにしていただいて、正規のサービスを受けていただければいいんですけれども、そういった迷惑メールっていうのは、一時的にドッて来るときもありますので、その時はもうフィルターを使うしかないのかなと思います。ただ、その上で、操作しない、ね、何も入力しないとか、リンクを踏まないとか、そういったことは徹底していただければなと。そうすれば、何の害もないのかなと。操作してしまったりすると、何か次の展開に踏んでいってしまいますので、絶対ね、この3つは、守って対処していただければなと思います。で、さらに、最悪なケース、最後にお伝えしたいんですが、これは今、めちゃくちゃ増えてくると思います。中国からの Apple ID のサインインの要求です。これがもし1回でもあなたの iPhone の画面に中国から2ファクター認証の画面ですよね。中国の地図、ね、どっかどこだろうな、広州とかね、いろんなこの中国の地図が出てきて、許可しますか、許可しませんかみたいなね、2ファクターの画面が出てくるんですけれども、1回でもそういった身に覚えのないサインインの要求が来た方は、今すぐ Apple ID のパスワードを変更してください。これはですね、なぜその2ファクターの画面があなたのところに届くのかっていうと、もうこれは Apple ID と Apple ID のパスワードがもうその第三者にバレているからです。これ仮に Apple ID だけね、悪意のある第三者が知っている場合って、パスワードがわからなければサインインできませんよね。
で、これサインインが分かっているから、Apple ID とサインインが分かっていて、別端末、別のデバイスで操作しているから、あなたの iPhone に2ファクターの最後の砦のセキュリティがかかってるんですね。で、これ間違っても許可なんてしないでください。許可してしまうと、当然 Apple ID のアカウントが乗っ取られる可能性は大いにあります。で、僕のところには今でも Apple ID のアカウントが乗っ取られて、そしてキャリア決済不正利用されて、高額な請求をされているっていう方からの相談はめちゃくちゃ今も来ています。これについてはね、前々回ぐらいの動画でもね、返金保証を受けられたパターンの内容をね、動画で喋ってますので、そちらを見ていただければいいんですけれども、中国からの Apple ID のサインインが1回でも来た方は、Apple ID と Apple ID のパスワードがもうバレています。なので、最低でもパスワードの変更さえしておけば、とりあえず外部からのサインインはできなくなりますので、必ずね、パスワードの変更はしておいてください。これは絶対です。参考にしてくださいではなくて、絶対変更にしておいた方がいいです。なので、こういう形で、個人情報っていくら自分でしっかり外部に出さないようにしっかりしていたとしても、皆さんが利用しているサービス、オンラインショップであったり、大手の NTT であったり、光回線 NTT 引っ張ってるよとかね、あとは会員証を作るとかね、中小企業、あと大学ですね。大学皆さんね、授業を受けるときにアドレスとかね、登録かけたり、その大学での使うためのソフトであったりだとか、それは大学によって違うと思うんですけれども、大学のもしサーバーがあったとしても、結構脆弱だと思うんですよね。大学ってやっぱりサイバー攻撃受けやすいので、そこから情報がどっと抜けているっていうのは、今年に入ってももう数百件以上あります。で、大企業、中小企業、サービス業、ここからも個人情報は、何万件単位で抜かれていっておりますので、こういった実情を知った上で、今すぐ何かいや、ウイルスのアプリ入れた方がいいのかな、そういうわけではないです。何か目の前で起きた時にしっかりと対処できるような、ある種、雑学をね、今回身につけていただければなと思っておりますので、ぜひね、ちょっと参考にしてみてください。あとこれ以外でね、個人情報で何か聞きたいことがあるとか、例えば前回出したようなアダルトサイトを見ていて、こういうことが起きましたとかね、いろんな質問、今でもね、アダルト関係の質問はよく来るんですけれども、いろんなことをね、質問したいっていう方は、X の DM であったり、LINE サポート、この動画下の概要欄の方に URL 貼っておきますので、そこからね、直接お越しください。では、今回の動画では、テックスタイルチャンネルからの注意喚起の動画、そして対処方法について簡単に解説をさせていただきました。本日の動画も最後までご視聴いただいてありがとうございます。ではまた。